どうもです。今回はですね、こちら、五色エビっていう食材ですね。で、おそらくこの動画が上がってるのは12月31日大晦日だと思うんですけども、ついに毎日投稿終了でございます。いやー、皆さん最後までたくさん見ていただきありがとうございます。長いようで短かったような。長かったな。はい。ということで、この五色エビなんですけども、これ買ってきたんですけど、その時のね、映像がちょっとだけあるんでね、そちらからまずはご覧ください。はい、それでは五色エビを買いに来ました。密ですもうね、言いたくなっちゃうぐらいね、たくさんいますよね。ハサミで掴んで計量していきます。結構でかいですよね。さて、何キロあるでしょう。ボールの重さ引いたら 2.1 キロでしたね。それでは軽トラに乗せて家に持って帰りましょう。はい、ということで今日は五色エビなんですけども、ちょっとね、出していきましょうか。結構ね、でかいですよ。痛い。はい、ということでこちらがね、五色エビですね。じゃあね、もっと逃げるぞ。早速観察していきましょうか。五色エビの名前の由来なんですけども、これいろんな色があるじゃないですか。青だったりピンクだったり黒、白、ちょっとオレンジっぽいところもありますね。で、いろんな色があるから、5色の色、五色エビっていう風に言われてますね。ちなみに測ったら 2.1 キロでしたね。結構大きいですよ。で、見てください。これが目です。エビのね、目はこんな感じでね、むき出しなんですよ。でね、ちょっとサイズ感がいまいち伝わんないと思うんで、俺と比べてみますね。ほら、やばいでしょ。うわやばい。すごいでしょ。はい、それではね、ちょっとあんま暴れさせてもね、かわいそうなんでね、締めていきましょう。氷で締めていきます。すまんな。触覚でね、攻撃してくるんですよ。なんかギュウギュウ言ってる、かわいそうだな。よし、氷で締めていきます。もうちょいね、ちっちゃいサイズとかだと脳天をね、潰して締めることとかもできるんですけども、こんぐらいになるとね、結構ね、難しいですね。みんなさばくとき締めないけどね。日本ではね。ただ俺はさばくとき暴れられるのが嫌なんでね、氷で締めてます。こういうエビとかの変温動物はね、体温を下げると動きがね、鈍化するし、こんだけ氷で締めればね、普通に締めれます。はい、それではね、締まりました。ちょっとね、観察の途中だったんでね、ごちゃごちゃしちゃってるんですけど、まだ観察していきましょう。で、まずね、俺が一番見せたいの。これよ。このヒゲの長さですよ。すごくないですか？めちゃくちゃ長いんですよ。それで、しかもね、このヒゲ、俺今ヒゲって言った？触覚ですね。触覚のさ、付け根とかもこんなんもうさ、カニの足でしょ。めちゃくちゃぶっといですよ。ちなみに伊勢エビの触覚はね、4本あって、この長いのとこっち短いの2種類あるんですね。どういう違いがあるのかわかんないですけど。で、これね、もうかっこいいでしょ。頭の上にさ、このなんて言うんだろう、角があるんですよ。目の上、これがね、かっこいいですよね。で、裏側ね、そろそろ見ていきましょうか。よいしょ。こんな感じになっております。伊勢エビもね、こんぐらいのサイズになると、腕がね、もう立派で、カニみたいな感じでね、食べれるようになるんですよ。ちっちゃいやつでもね、食べれはするけど、こんぐらいになるとね、食べ応えがすごいわけですよ。で、ここがね、尻尾ですね。伊勢エビは移動するとき、普段はね、この足を使って、のそのそ歩いてるんですけども、水中移動っていうんですかね。地面じゃなくて水を使って移動するときは、ここをね、シュッて動かして、早くね、移動することができます。で、このお腹の部分に、このヒレみたいなのがついてて、これがね、推進力になってますね。遊泳肢っていうみたいです、この足。ちなみにね、五色エビの足は12本ありますね。ここにもね、足みたいなのがあるんですよ。ちっちゃいのがね。で、ここが口です。はい、ということで、さばいていくんですけども、五色エビね、めちゃくちゃ高級食材なんですよ。実はね。ただ、なんていうんですかね、食材としての価値っていうよりは、鑑賞用としての価値がすごいんですよね。沖縄とか旅行行った時にさ、なんか水槽にさ、面白いエビとかさ、変な生物とか置かれてたりしないですか？あれ用な節があったりするんですね。そう、だから、飲食店とかでも店頭に水槽を置いてそこに入れてお客さんに見せるためみたいなことが多いみたいです。やっぱりこんだけさ、すごい綺麗じゃないですか。なんで剥製としての価値が非常に高いらしいです。だから食べるっていうよりは剥製にする人も結構多いらしい。ほとんど取れないしね。伊勢エビみたいにあんまりないんだ。結構ね、希少価値もある。ということでね、剥製にしたいところではありますが、俺は食べたいんでね、きっちりね、食べていきましょう。ということでですね、今日は何にしようかな。刺身と味噌汁、そしてアヒージョで食べていこうかなと思います。それでは早速調理していきましょう。なんかちょっと締めたらダラーンとしちゃいましたね。伊勢エビはね、あんまりさばいたことないんですよ。取ってるのにね、自分では食べないからね、あんまり。から包丁入れていきます。こんなでかいのでも初めてさばくよ。
やっぱ痛覚ないって言ってもさ、生きたまんまね、やるのちょっとかわいそうな感じありますからね。うわーでもすごいな、肉厚。こんな感じで。おお、まだ動いた。こういうのが嫌なんだよ。閉まっててもね、やっぱ動くんですよ。ほい。うわ、でかすぎじゃないこれ。もうかぶりつきたいんだけど、かぶりついていいじゃんっていうか、俺一人なんだから。おい、羨ましいだろこれは。あ、動く。大味だな。刺身はそんなにかも。そう。伊勢海老よりは味が劣るって言われてます。ちょっとね、筋肉がピクピクしてたりするんですけど、もう YouTube すぐ広告外すからみんなには見せられないわ。グロテスクだもんね。さて、外していきますか。ちょっとね、これ、UA 紙が邪魔なんで切りますかね。すごく邪魔です、ここ。ハサミで切っていく。いやーでもこんなでかい干しキエビはね、ほんと、なかなかいないですよ。俺は見たことないですね、こんな大きいの。はい、そしたらですね、ここ、切り込みを入れていきますか。硬そう。硬い。うわ、包丁がかけそうだな。こういうのでね、包丁ってかける。ハサミでやりましょう。本当にね、こういうので包丁かけるんですよ。嫌になっちゃうぜ。でもやっぱね、ハサミはね、有能です。そしたら、剥がしていくんですけど、締めたてはね、結構剥がれづらいんですよね。一回冷凍とかすると、スルスルって剥げるんですけど、締めたてはね、結構ね、剥がすの大変ですよ。あ、これやばいわ。普通の伊勢海老より全然くっついてます。くっつきすぎじゃない？普通の伊勢海老だったらね、もうちょっとね、スルスル剥げるんですけど、こりゃ、しっかりくっついてますね。でもね、剥げないレベルじゃなくてよかった。うまく筋の間に手通すと剥げますね。ブリブリですね。で、多分ね、こっち側の方がすごい剥ぐの簡単なんですよ。で、こんだけこっち側でやばかったら剥げないんじゃないか、もしかしたら。はいいけなさそうだね。これは大変だ。早送りかもな、もしかしたら。茹でたら簡単なんだろうけどね。どうやって取るのか聞いとけばよかったな。気合いって言われそう。ここは切った方が良さそうだな。うわぁ、できました。手がなんか血がついたみたいになってますよ。で、ここ背わたがあるんで、これ抜いていきましょう。やっぱ水槽で飼われてたんで何も入ってないですね。すごい赤い。この赤色は何なんでしょうね。伊勢海老の血はヘモシアニンって言って青いはずなんですよ。だからこれは血じゃないはずなんですけど、何の赤なんでしょうね。でちなみにね、これが伊勢海老の血ですよ。ゼリーみたいになってるんですよ。こんな感じでね。やっぱ青っぽいですよね。青っぽい血をしています。これゼリーみたいになってるのは、多分すごい固まりやすい性質なんですね。伊勢海老の血はこうなります。こういうもんですね。はい、それではエビの身が取れたところでですね、こちらの頭の処理をしていきましょう。でちなみにね、伊勢海老って鳴くんですけど、どこで鳴くかわかりますか皆さん。これ知ってたら結構すごいかも。正解はですね、ここです。ここをね、動かして音を出して鳴くんですよ。これで威嚇していきます。すごいですよね。ここで鳴くんですよ。じゃあ、もったいないではありますけども、切っていきましょう。それじゃあ足を切断していきましょう。もうハサミをね、使っていきます。ハサミが楽です。で、これはね、味噌汁に入れていきます。はい、じゃあ、頭を割っていきたいところだけど、割れるのかな？茹でてから割った方がいいのかな？茹でてから割りましょう、頭は。で、足はね、このままだとまだ食べづらいんで、食べやすいようにね、こうやって切っておきましょうね。これ包丁でやった方がね、かっこいいですけども、俺にはそんな技術ありません。ハサミでいきます。よいしょ。意外と柔らかいな。こうやって、ハサミで、切っていきます。はい、それでは割り終わりました。よーし。で、この頭と足、これを味噌汁にして、これからアヒージョと刺身を作っていきます。じゃあ、アヒージョの分をね、切っていきましょうかね。すごいですよ、これ。でかすぎない？はい、じゃあ切っていきましょうか。こういうのとかね、エビフライにすると美味しそうに見えるんですけど、意外とね、伊勢海老のエビフライはね、美味しくないんですよね。伊勢海老は刺身か茹でる。なんか、シンプルな調理法の方がいいですね。切っていきます。うわー、めっちゃ動くじゃん。
じゃあアヒージョはね、贅沢にこの半身を使っていきましょう。でかいな。結構ね、身がボロボロですね。すぐ崩れますね。すごいボロボロになる。普通伊勢海老ってこんなほどけないんですけどね、繊維がホロホロにほどけていきます、勝手に。はい、それじゃあね、エビを入れていきましょうか。贅沢じゃないですか、これ。すごい量ですよ。用意する調味料はですね、ニンニク、オリーブオイル、しめじ、ブロッコリー、唐辛子。こちらでやっていきましょう。とりあえずね、この具材たちをね、切っていきましょうか。はい、それではまずはニンニクからいきましょう。ニンニク。なんか血が出てるみたい。伊勢海老の色です。どうしようかな。3かけぐらい使おうかな。よいしょ、よいしょ。ちょうど2かけ。3かけ、OK。はい、それでは皮をね、取っていきましょう。これ剥きやすい、このニンニク。じゃあ切っていきましょう。やっぱね、ニンニクが多いほど美味しいんですよ。ニンニク取りすぎるとね、お腹壊すけどね、確かアリシンっていうね、成分がね、下剤作用みたいなのがあったはず。はい、ニンニクをぶち込む。そしてブロッコリー。ブロッコリーはね、どうやって切るのが正解なのか未だに分かっていません。ここでいいんじゃないか。オッケー。そしてこの中に入れましょう、ブロッコリー。やっぱね、緑があるといいですよね。いい感じ、綺麗。そしてブナシメジ。めっちゃほぐれてるんですけど、石突き取らなきゃ。はい、これも入れていきましょう。適当ですね。いいんですよ、適当でも美味しいんで。で、こっからね、オリーブオイルで煮ていくんですけど、油は塩がね、結構溶けづらい性質を持ってるんで、最初から塩をこうやってね、食材にかけておいて、ある程度下味をね、つけておきます。こうやって塩をかけて、これで揉み込んでおきます。そうすると、ちゃんと味が染み込んだ、アヒージョになるんですよ。いいでしょう。そうしたらここにオリーブオイルを入れて、完成はしない。まだ焼かなきゃいけないけど、オリーブオイルを入れた後焼くだけですね。このオリーブオイルに関しては、ケチっちゃダメですね。ゴリゴリに入れていきます。忘れてた。完全に忘れてた。唐辛子を入れていきます。全部入れちゃっていいですか？いいです。あんまりね、辛くなんないんだよね。言っても。オッケー。よっしゃセットオッケー。やばい、そういえばね、ちょっと完全に忘れてたんだけど、これ。さて皆さん、これは何でしょう？知ってる人はいますか？これはね、ニンニクの芽です。はい。島ではね、結構ポピュラーな食材で、なんていう方言名だったっけな。昼揚ぎとか言われてたりして、結構美味しいんですよ。食感ニラのニンニク味みたいな感じで、炒め物とかにすると美味しいんですよ。それをね、アヒージョの中にね、ぶち込もうと思ってたのを忘れてたっていう話。せっかくもらったんだから使わないとね。もうすごいですよね。結構ね、いろんなものもらえたりするんですよ。これ以外にも。魚とかももらえたりしますからね。もう俺は逆に動画で使った魚を配ってますよ。さばいたやつ。高級魚を配る人。最近は高級魚さばいてないけど、これで OK。入れましょう。多分ね、全然合うと思うんだよ。入れとこう。すごいなんか、もつ鍋みたいになった。はい、ということで、もう今やね、コンロは2つある時代なんで、味噌汁もね、一緒に調理していけます。めちゃくちゃ時短です。しかも、同じタイミングでできるから、両方あったかく食べれるっていうね、嬉しいね。このわざわざね、こことかカーテンつけたんだけど、コンロが侵食してきたんで、もう二度と閉めれないカーテンになりましたよ。そしたら、味噌汁を作っていきましょう。この頭と、お、ちょうど、めちゃくちゃちょうど、足を入れていきます。よし。いや、よしじゃない。多すぎる。多分ね、こんぐらいでやった方がいいと思うんだよね。味が薄くなると思う。よいしょ。刺身かじりついたら結構大味だったんで、酒もね、結構入れときましょう。入れすぎですか？関係ないよ。だいぶアクが出てきますね。すごい。メレンゲみたい。こんなアク出てくることあります？すごいね。さて、五色エビが茹で上がりました。あとは味噌を溶いて完成ですね。具材はエビだけです。こうして結構量多いんでね、
スープのこんぐらいじゃないかな、もうちょいかな。まあいいや、こんぐらいでいきましょう。普通のエビみたいに真っ赤にはなんないんですね。オレンジ色ぐらい。あ、そうだ、割らなきゃいけないんだこれ。頭。はい、そしたら頭を割っていきますか。なんかね、触った感じノコギリじゃないと切れないんじゃないのかってぐらい硬いですよ。こっちはね柔らかいよ、この足の部分はね。反対側はねやばいと思う。あ、でもいい匂い。味噌どんなになってるんでしょうね。あ、反対側いきます。よいしょ。ここ硬そう。あ、全然硬いけど思ってたより柔らかい。なんだ、全然ハサミで切れるじゃん。苦戦するかと思ってたが苦戦しませんでした。余裕です。開けてみましょう。熱いぞ絶対。おー、すごい。うわ、味噌美味しいめちゃくちゃ美味しいぞ。あ、美味しい。普通の伊勢海老の味噌の方が美味しいかも。さて最後はですね、お刺身を切っていきましょうか。あ、まだ動くな。やっぱねボロボロになりますね、この身は。まあ、なるべく食べやすいように小さく切っていきます。もうねこんなに大きい伊勢海老を盛るお皿がありません。わー、違うな、なんか違うな。贅沢。あ、落ちた。復活。贅沢に持っていきましょう。はい、それでは完成しました。いただきます。いや、豪華。今日は豪華です。さすがですね。じゃあお刺身からいただきましょうかね。おお、ちょっとね料理が多いからいつもより遠い。いただきます。めっちゃ醤油垂れてる。あ、美味しい。一番最初にかじったやつは切った時に多分内臓とかが触れてたんで、それで生臭く感じたと思うんだけど、ちゃんとやったらめちゃくちゃ美味しいわ。何これ、美味しい。待って待って、うわー、待って、こんな美味しいか。あ、でもね筋っぽい。めちゃくちゃ身が甘いんですよ。それじゃあアヒージョいきましょう。うわ、いっぱい取れた。いっぱいくっついてきたぞ。いただきます。何か受け皿が欲しい。うまいうまいんだけど、もうね全然エビじゃない。全くエビじゃないですね。繊維の一本一本が太すぎて、かつ食感もねすごい良くて、味的にはねホタテの貝柱みたいな味です。エビじゃないです。完全にホタテの貝柱です。ホタテの貝柱として美味しい。エビとしてはエビじゃないね。エビどこに行ったんやろうな。エビの味が全くなくなった。出汁が出て美味しい。まあこれがまずいわけがないもんね、そもそもね。じゃあ足食べようかな。足を食べる。皆さんこれ見てください。ピントが合わんぞ。これですよ、これ。 1.5 キロを超えた伊勢海老の足はカニの足になります。これです。うわー、美味しい。でこれね足だからカニっぽい味がするんじゃないのかと思いきや、完全にねエビの味なんですよ。ここは謎にね。ちょっとこいつら邪魔だな。頭を食べたいんだ俺は。頭を食べるぞ。これぐじゅっていきたい。味がない。塩かけよう。塩をかけます。おー、いやね、これはねゲテモノ化として言わせてもらうんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。ただですよ、島にはですね他に姉妹伊勢海老っていうのとカノコ伊勢海老っていうのがいるんですけども、まあそっちの方がね結構普通な見た目をしてる伊勢海老で、それと比べると半分ぐらいの美味しさかな。味噌の濃さっていうのかな、もうちょっと微妙だし、ちょっとね匂いもありますねやっぱり。でもゲテモノ化として言わせてもらうとめちゃくちゃ美味しいんですよ。美味しい。はい、それではごちそうさまでした。いやー、まあやっぱりねその伊勢海老としては中の下とか結構ランクが落ちるかなって感じではあるんですけども、まあでも美味しかったですね。ということでですね、今日で12月最後の動画になります。皆さん2020年いかがだったでしょうか。それでは皆さんご一緒に良いお年を。